ではやっていきましょう。東ドイツ軍飯号とドイツ軍飯号の違いについてになります。ですね、東ドイツ軍とドイツ軍飯号の、それぞれの違いについてといっても、各々の構成がわからないとですね、違いもよくわからないと思うんで、まずは個別にどういう飯号なのかっていうのを説明していきたいと思います。まず、東ドイツ軍飯号ですね。3ピース。3つの部品からできてます。上蓋。そして、コンテナ。これにハンドルついてます。そして、本体のポット、鍋ですね。で、ドイツ軍飯号。これも同じく上蓋。そして、コンテナ。で、ポット。鍋ですね。の3つで、それぞれ構成されています。3ピース飯号って言われるやつですね。じゃあ、それぞれ見ていきたいと思います。大きな違いはですね、いろいろあるんですけど、まず、上蓋のサイズですね。東ドイツ軍飯号は、ここがそうですね、日本の兵式飯号よりちょい高いぐらいです。で、ドイツ軍飯号になると、深いです。比べると一目瞭然ですね。これぐらい差があります。なので、料理するときには、何を料理するかによるんですけど、ドイツ軍飯号の方が深い分、汁物系は強いですね。かといって、東ドイツ軍飯号の上蓋でできないかっていうと、そういうわけでもなくて、そこは好みですね。日本の兵式飯号の、これはレプリカなんですけど、どこのかわかんないんですけど、これも、日本の兵式飯号のレプリカとでもサイズはほぼ一緒なんで、こんだけしかないですね。それに比べて、若干高いっていうかですね、この高さがあるので、こいつ、日本の兵式飯号よりも全然使い勝手はいいです。もちろんハンドルもついてますけど。そして、コンテナですね。ここが一番の違いというか、個人的にはですね、一番気に入っているところです。東ドイツ軍飯号のこの中蓋コンテナにはですね、このようにハンドルがついていまして、ですね、前期型って言われるやつは、ここがワイヤーでできてます。ワイヤーハンドルですね。これは後期型なんで、アルミのハンドル、プレートのハンドルになってます。で、有名なドイツ軍のですね、このコンテナ、この深い、ものすごくお米1合余裕で入るんですけども、コンテナと比べて若干、東ドイツ軍飯号の方が低いです。でも、お米1合全然普通に炊けるんでですね、大きさに不満とかは全然使っててありません。で、こいつで、いわゆる水蒸気炊飯ってやつですね。ここにご飯を入れて、ポットにお水を入れてね、沸騰させて、で、蒸すみたいな感じでですね、ご飯を炊く方法あるんですけど、それをやったときに、別の
料理でもいいんですけど、東ドイツ軍飯盒はこの取っ手があるんですね。ハンドルがあるんで非常に便利。なんやかんやで、もちろん熱くなるんですけど、こうしたままやるんですけど、で、それやらなくて、炊く場合は、こうやって火にかけて炊いたりするんですけど、このハンドルがあると非常に食事の時はかどります。ドイツ軍飯盒の欠点というかですね、このコンテナのいまいちな点は、こういうふうに持つしかないんですね。こういうふうに持つしかない。もちろんこういう持ち方もあるんですけど、キャンプとかではまずやらないんですね。となるともう暑くてですね、グローブなり、手袋ですね、なりなんなりしないと、食事をする時もめんどくさいし、もちろんこれも熱くはなるんですけど、すぐ冷えるし、こいつをこう持っていろいろやる煩わしさに比べると、ハンドルがある利便性っていうのは非常に高いです。なので私は、ドイツ軍飯盒よりも東ドイツ軍飯盒の方が大好きです。優秀だなと思います。チープなんですけどね、こっちの方が、前回のドイツ軍飯盒の実物とレプリカの違いで、非常に合成があって、レプリカはもう、ふにゃふにゃで、粗悪品ですよっていうのを話したと思うんですけど、東ドイツ軍飯盒はそれに近いです。東ドイツ自体がですね、貧乏な国だったんですね。ベルリンの壁が崩壊するまであったんですけど、ソ連のですね、傀儡というかですね、その辺はめんどくさい話になるんですけど、とにかく、オリンピックでドーピングはするわなんやかんやの偉い国だったんでですね、チープです、ものは。でもその分、ガンガン使ってますね。飯盒的にはですね、いいと思います。あと、違いですね。このベイルハンドルですね。このベイルハンドル。前回も軽くお話ししたんですけど、ドイツ軍飯盒のここ見てください。独特の形がしてですね、リベット2つ止まってるのかな。ここに出っ張りがあって、後ろにこうやると、ストッパーになって、ここで止まるようになってます。で、前は、ここまで行きます。ここまで行きます。なんで、邪魔になるときには、こういうふうにしておくというのをお話ししたと思います。あと、ロック機能があって、ぐっと上に引くと、これが固定されます。固定されます。ちょっと遊びはあるんですけれども、これがドイツ軍飯盒の独特の、なんていうかですね、ギミックというか、有名なギミックで、他の飯盒にはないですね。で、東ドイツ軍飯盒、どうなってるかというと、こういう風になっててですね、こう見えないんですけど、実は2つリベットで留めてあって、普通に穴が開いてて、そこにこう、ベールハンドルの針金っていうかですね、ワイヤーハンドル、ぐるっと、回してあるんで、これぐる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 回りそうな感じなんですけど、実は、うまい具合に作ってあって、ここで止まります。これはよく考えてあるなと思います。で、前に行くと、一応ここまで。なんで、真上でロックする機能はないんですけど、それ以外はドイツ軍飯盒と同じ動きがほぼできるというですね。これ日本の兵式飯盒だとですね、こういう感じで、ただ丸めてこうしてあるんでですね、同じ位置なんで、ぐるんぐるん回ります。これが兵式飯盒の欠点というかですね、キャンプとかで使うときには、これがもうめんどくさい。ただこれ、
実物と全く同じに作ってあるレプリカなんで、こうなってるんですけど、キャプテンスタッグかなんかは確かここが短くなってるんで、この辺で止まったと思います。そういうふうに、レプリカもメーカーによってちょっとばらつきがあって、それはいい改良だとは思うんですけど、違いはあります。で、このベイルハンドルですね、が違うと。ただ、このベイルハンドルのですね、この止まる位置、実はこれが東ドイツ軍飯号の最大の欠点があってですね、この空豆型の向きに対して、こういう風になってるんで、こうウェーブしている方にですね、こういう風に止まります。ということは、蓋はですね、上蓋は、こういう風にかぶせるんでですね、ハンドルがある方に、こういう風に、ストップがかかるようになってるんで、ハンドルが火元から離れるような使い方ができます。これも前回説明したんですけども、東ドイツ軍飯号はどうかというと、これも上蓋のハンドルがついてる、一応このウェーブしてる方ですね、へこんでる方じゃなくて。ということは、こうなんですね。ただ、こっち側になぜか、こっち側でロックっていうかですね、ストップするんですね、ストッパーがかかって。なので、これが、火元から、本来ならイメージ的にはですね、こんな感じになってほしいんですけど、それが、こういう感じになってほしいんですけど、それができない。できないんですね。ここ、うまい具合にこう、知恵の輪みたいにすれば、ある程度いくと思うんですけど、どっちみち、ここまで下がってきますから、使ってると。なので、水蒸気炊飯とかしてるときにはですね、もう、ここが熱せられて焦げちゃうということですね。東ドイツ軍飯号、ドイツ軍飯号だと、こういうふうに火元からハンドルを離すことができるんですけど、それができないという欠点があります。ただ、もう今は水蒸気炊飯とかやんないんですけど、蓋はこういうふうに、こういうふうな置き方をしますと。飯号の上蓋はですね。これはもう収納するときだけ。通常はこういう使い方をしますと。説明させていただいたんですけど、ちょっと加工して、ここでロックするようにしてます。そうすると、この状態で、これ中に物が入ってれば、まっすぐなります。東ドイツ軍飯号にはなかったベイルハンドルのまっすぐにした状態での固定ですかね、をできるようにはしています。ただ、これを入れたままだと、この置き方はできないんですね。一長一短ではあります。水蒸気炊飯するんだったらもう、これするしかないんでですね。こうするしかないんで、釣ることはないと思うんで、バーナーなり、焚き火台なりの上に置くと思うんですけど、ここの部分がですね、どうしても熱せられて、焚き火だとすすがついたり焦げちゃったりするという欠点があります。あとついでに、このハンドルのですね、ベルト通しの穴があるんですけど、東ドイツ軍飯号はですね、ものによったらあるやつってこれないんですけど、普通ここがないやつはですね、コンテナは
ワイヤーハンドルなんですね。で、ワイヤーでこうハンドルになってて、それがここに入るようになってるんで、2つ、実はドイツ軍飯盒のように、ジョイントできるんですね。ここにこう入れることができるんで。で、ここがこう、ドイツ軍飯盒のように、こうなってるやつは、このタイプのハンドルでもそこにこういうふうに引っ掛けて、やっぱりこういうふうにジョイントすることができるんですけど、なぜかこいつはこう、バラバラに、上蓋とコンテナがバラバラに入ってるんでですね、よくある2個1パターンのやつだったんで、そんな使い方しないんでですね、別に問題はないんですけど、ふーんと思った記憶があります。ジョイントは東ドイツ軍飯盒もできます。こいつはできません。あとの違いはですね、あんまり意味のない違いなんですけど、ハンドルをですね、上蓋とハンドルを固定しているリベットがあります。それが1、2、3。3つなのが東ドイツ軍飯盒と覚えておいてください。これは確かロシア製の飯盒もそうなんで、旧東側諸国のやつは3つかもしれません。わかんないですね。昔のドイツ語飯盒も確か3つだったような気がするんで、3つなんですね。で、ドイツ語飯盒は2つです。ドイツ語飯盒は2つです。このリベット。なんで、パッと見た感じでリベットだけ見れば、どっちの方がわかると思います。で、これ75年の製なんで、当時は西ドイツがまだあった頃ですね。東ドイツ、東西ドイツが分割してた頃なんで、これは西ドイツの飯盒でいいと思います。あとは、何か違いがあるかって言われると、飯盒のサイズはもう、ほぼ一緒なのかなと。東ドイツ軍飯盒に、ドイツ軍飯盒の上蓋は、できません。できません。ということは、こっちが少し大きい。ということは、少し大きいんで、東ドイツ軍飯盒の上蓋は、ドイツ軍飯盒の飯盒にかぶりません。かぶりません。どうだろう、無理くり入れれば入ります。入りますけど、違和感はないですね。はい。ただ、簡単には取れないです。ちょっと力を入れて取ります。あと思い出しました。ドイツ軍飯盒はですね、蓋を閉めた時の、ここですね、下。ここのハンドルのですね、ロック部分が、こう、フラットになるように、へこみがあります。対して、東ドイツ軍飯盒には、そんなものはありません。なんでですね、緩いときはここ、力技で曲げたりしてフックしないと、今もゆるゆるなんですけど、なんでこう、置いたときに、ちょっとぐらついたりします。しますが、もともとこれは愛能っていうかですね、バッグとかにくくりつけるやつなんで、ここがちょっと凸凹してても全然意味はないと。で、逆にこうないからですね、鍋底も、よいしょ、フラットでいいかなと、個人的には思ってます。ドイツ軍飯盒はですね、ここがこう、綺麗にするために、へこんでるんで、当然、そこのここは出てます。あんまり、支障はないんですけど、フラットな方が
いいですよね。洗ったりすると思います。そういう違いがあります。あとはですね、これ結構デコボコなんですけど、古いもんなんで、結構叩いてデコボコ直した記憶があります。飯盒っていうのはそういうもんなんでですね、こいつとかももうボコボコになってますけど、基本的に飯盒はそういうもんなんで、あんまり気にはしてません。あと、他に違いは、なんかあるかな。東ドイツ軍飯盒にはですね、ドイツ軍飯盒にあったような刻印ですね。こう実物であることを証明する刻印の類は一切合切ありません。どこにもないです。内側とかもよく見たんですけど。あとですね、よく言われるんですけど、塗装の剥げ具合がいい感じになってますねとか言われるんですけど、これは、中をですね、クエン酸とかで洗うときに、普通はですね、ここに水を溜めてお湯にしてクエン酸入れて煮沸するんですけど、めんどくさかったんでですね、もう大鍋にお湯を沸かしてクエン酸スープ作ってその中に突っ込んでたんですね。そしたらもう塗装の方も剥げてきちゃったというですね。ある意味ミスったからなんですけど、塗装はどうでもいいです。あとこのメモリですね。メモリ何だったかな ?200 だったかな ?200cc か 250cc か忘れたんですけど、123、123、3つあって、日本人にはあんまり関係のないメモリだったりします。日本人はやっぱお米を炊くんでですね、180cc とかですね、その辺で刻んであった方が使いやすいんでですね、そんな感じですね。あとは、何かあるかなと思ってるんですけど、取り立ててないなと。という東ドイツ軍飯盒とドイツ軍飯盒の違いでした。おしまい。